日本の坂スタ問題でよく出てくるのが天然芝問題なのだ。坂スタのコストを語る上で重要ですからね。維持管理にお金がかかるフェリシミンや競技が使えないことから、公共性や収益性にマイナス要因となっているのが天然芝ですよね。その通りなのだ。サッカー界が天然芝にこだわる理由は人工芝では怪我しやすいことや、国際的には人工芝より天然芝の方が標準だという理由から来るのだ。まあ、理屈はわかりますが、天然芝の方が危ないという理屈はあるんですか？ないではないのだ。例えばサッカーのユニフォームは皮膚を露出させてるから、野球などに比べてスライディング時に故障しやすいのだ。それに天然芝とはスパイクの刺さりやすさが違うから捻挫リスクは高いのは事実なのだ。でも対策はできないんですか？できるのだ。ワセリンとか塗ったり故障しやすい箇所だけテーピングすればいいのだ。スパイクも天然芝用だけじゃなく人工芝用のスパイクも存在するのだ。あ、ちゃんとそういうスパイクあるんですか？だって欧州でも天然芝じゃないグラウンドはあるんだから人工芝用スパイクも需要あるのだ。欧州にも天然芝じゃないグラウンドあるんですか？欧州だけじゃない。南米にもあるのだ。北欧とかは日照り時間が短く、天然芝を維持するのには不都合なので人工芝をプロサッカーの競技場でも採用しているし、南米でも高温多湿で天然芝が理想的に管理できないので人工芝にすることでコストカットしている事例はあるのだ。日本も秋春制で雪国のサッカーチームは管理難しいですし、人工芝解禁してもいいのでは？最短水天母のコンサドーレの芝なんてあれにやれてて、逆に人工芝よりリスク高いのではと危惧されてましたよね。それに、人工芝といっても第1世代、第2世代芝と違って今の第3世代芝はリスクを抑えられているのだ。他競技で見ても、あれだけペラ芝に苦しんできたファイターズはエスコンで人工芝採用に踏み切ったし、ラグビーの聖地、東の秩父宮も天然芝から人工芝に切り替えますよね。そもそも天然芝を FIFA が否定しているわけではないのだ。その地域特性に応じて人工芝でもいいよというのが FIFA の要求で。じゃあなんで日本は天然芝にこだわってるんですか？日本の場合はアジアサッカー連盟が天然芝規定が強いからなのだ。ACL などの大会では天然芝または天然芝 95% 以上のハイブリッド芝しか認めてないのだ。スピリタスじゃないんだから。理系はスピリタスは純エタノール扱いなのだ。ということで ACL に嫌われないために天然芝規定を設けているわけなのだ。とはいえ ACL の規定は日本のみならず他のアジア圏の国々にとっても大分負担がでかいのは事実なのだ。 ACL 規定に乗っかれるのオイルマネーのある中東くらいでしょうしね。でもそれでも解決方法はないではないのだ。どんな解決方法ですか？上位リーグだけを ACL 基準にするのだ。ヴィッセル神戸を持つ楽天、三木谷社長のアイディアですね。でもそれ昇降格自体を廃止することになりますよね。J2 から J1 に上がったら人工芝やめるという方向性になると意味ないですから。そもそも昇降格自体が工業であるサッカーにとって出資を集めにくくサッカーチームの資産価値を毀損してる要因なのだ。それは確かに。見てくれてありがとなのだ。いいね。高評価もよろしくね。